ルームメイトのフェイビー・デイビスが私に3人の控えがいることを知った瞬間、彼女は半分ジョーク、半分見下したような冷笑を漏らした。正直、あなたの将来のご主人がかわいそうよとフェイビーは言いながら、スマホで TikTok をスワイプしていた。奥さんの頭金のために 401K、退職年金を丸ごと下ろす羽目になるんだからね。しかも、その奥さんはもう結構な経験豊富なんだし。私は一瞬考えた。彼女の言うことは間違ってはいないが、その伝え方はまさにフェイビー流だった辛辣で、作り物の無邪気さに満ちている。そうね、私は肩をすくめて提案した。その中の一人、あなたに譲ってもいいんだけど。スマホの画面に釘付けだったフェイビーの目がパッと見開かれた。1、そんな彼女は言葉に詰まり、私以外のあらゆる場所に視線を泳がせた。その時、私たちの周りの空気が、想像上のテキストオーバーレイできらめいた私はすでに無感覚になっている現象だが、フェイビーは完全に依存しているようだった。嘘でしょ、フェイビー。ためらうなんてありえない。スカイラーの控えはただの男じゃないんだから。ウォール街の CEO、バイカーバッドボーイ、ボストンの信託基金王子みんな筋肉質で、みんな金持ち、全部最高級品よ。夢の素材じゃない。へえ、フェイビーがスカイラーが丹念に餌をつけた魚を全部ゲットするなんて、とっても愉快だわ。フェイビーがハーレム全員を連れてきて、スカイラーに顔を合わせ、悪役の苦しいほどの後悔の表情を見るシーン、もう待ちきれないわ。頑張れ、ガーリー。フェイビーの表情は、衝撃、不審、そして最後には、完全に貪欲な恍惚感へと移り変わった。あなた、3人ローテーションでやってるんでしょ？彼女は突然、高級アウトレットの買い物客のような自信に満ちた声で宣言した。その3人全員、私がもらう。私は柔らかく、感心したようにくすりと笑った。一度に3人は消化不良を起こすかもよと言いながら、背もたれにもたれた。まずは1人から始めましょう。彼を完全に確保できたら、それから残り2人の話をしましょう。フェイビーは躊躇したが、鋭くうなずいた。わかった。でも後で後悔するんじゃないわよ。後悔なんてしない私は約束した。控え1人につき1万ドル。現金のみで。彼女の顎が外れそうになった。待って、お金取るの？ 1 万ドル？本気？そんなことするなら銀行強盗に行けばいいじゃない。私は冷静に動じずにいた。あら。そういうことならさっきの提案なかったことにしましょう。想像上のコメントはたちまちパニック状態で燃え上がった。ダメ、フェイビー。このチャンスを逃すな。これは一生に一度の取引だ。こいつら何十億の価値があるんだよ、このバカ。1万ドルなんてへみたいなもんだ。釣り上げたら1000万ドルで泳げるようになるんだぞ。スカイラーってほんと目先しか見えてなくて気持ち悪い。下品な貧乏娘。何十億もの大富豪を1万ドルで売り渡してるって知ったら、後悔の壁でもひっかいてるわよ。フェイビーはごくりと唾を飲み込み、天井に浮かぶ想像上の言葉に目を釘付けにした。わかった彼女は諦め、声を絞り出すようにしていった。1万ドル。取引成立。2、フェイビーが現金をかき集めるのに1週間かかった。その間、私は慎重に、現在の候補者の中から誰を手放すか川に戻す魚を選んだ。アシュトン・レノックス、21歳、身長188センチメートル、腹筋8パック。私は暗唱するように言いながら、使い捨て携帯とゲーム機のアカウントを手渡した。向こうの町の大学の学生で、ごく普通の家庭ので、このゲームで知り合った。私は詳細な説明を続けた。一つ一つの言葉は、
私が作り上げた物語を維持するための微妙な嘘だった。たまに持ち帰りのコーヒーをおごってくれるプレゼントは$30以上したことないわ。両親の醜い離婚で深刻な愛着障害を抱えている。すごく繊細で絶えず安心感を必要としてる。私は彼女をまっすぐ見据え、フルカスタマーサービス仕様の説明を提供した。私は優しくて理解ある年上の女性というポジションを確立してる。あなたはその人設を維持して、彼が渇望するすべての安心感を与えなきゃ。ファワは、悪役はまだメインの彼氏がただの貧乏学生だと思ってる。私たちのアシュトンはただ彼女を試してるだけゴールドディガーが嫌いだから、貧乏なふりをしてるんだ。スカイラーがあんなに時間かけて、安いコーヒーしかもらえなかったと思ったら、私たちのフェイビーはただで全部もらえるなんて。笑いが止まらない。フェイビーの唇が薄笑いを浮かべた。アカウントが彼女のものになった瞬間、彼女はパスワードを変更した。彼女は私を鋭く、勝利に満ちた目で見た。スカイラー、この人を完全にゲットしたら、あなた彼を手放したこと、すっごく後悔するからね。私は甘ったるく微笑んだ。後悔しないわ。ただ、あなたが後悔しなければいいけど。フェイビーはただ鼻で笑って、私をあしらった。彼女はすぐにログインして、アシュトンとチャットを始めた。それからの数週間、フェイビーは携帯から離れず、彼にメッセージを送るか、彼とゲームをするかのどちらかだった。想像上のコメントは順調に進んでいることを示していた。アシュトンはすり替わりに気づいていない。ネット上の応援団に導かれて、フェイビーは私のデジタル上の痕跡を徐々に消し、入念に誘惑計画を実行していた。2週間後、フェイビーが寮の部屋に入ってきた。私が最初に気づいたのは、彼女の首元のきらめく光だった巨大なダイヤのネックレスだ。彼女はすぐに私の視線に気づき、頭を後ろに反らして勝ち誇ったように笑った。アシュトンがこのネックレスを買ってくれたの彼女は宣言した。オンラインで調べたけど、$200万以上の価値があるって。私はゆっくりとうなずき、シンプルに綺麗ねと言った。フェイビーは大げさにため息をついた。正直、男ってわからない彼女は考え込んだように言った。あなたの方がずっと綺麗だし頭もいいのに、あんなに長く一緒にいたんだもの。彼がくれたのは安いコーヒーだけ。私はごく普通でちょっとドジなのに、話し始めて2週間でこの$100万の宝石をくれる。なんでだと思う？他に何が言えただろう。だって私は説明した。声には感情がなかった。彼は私と話してる間、ずっと貧乏なふりをしてたからよ。3. アシュトンが金持ちだってことは知ってた。もちろん知ってる。最初から狙ってたから。私たちは高額課金制の携帯ゲームで出会った。あのゲームには2種類のプレイヤーがいた。何のためらいもなく何万ドルもつぎ込むクジラと私みたいにアカウント強化を売って現金を稼ぐために頑張る人々だ。アシュトンは前者。私は後者。彼のゲーム内アバター、現実で6桁の値段がする装備を身にまとった姿を見た瞬間、こいつは普通の獲物じゃないって分かった。一生に一度の大物。私はすぐに計算づくの追撃を始めた。毎日のダンジョン集会、甘ったるい朝とお休みのメッセージ、絶え間ない気遣いの言葉。私は辛抱強く待ち、ある晩、彼が不安定な子供時代の苦しみについての泣き言をぶちまけた後、優しくて理解ある年上の女性彼が必要とする唯一の安定した母性的存在という私のペルソナを確固たるものにした。依存心が強く、情緒的に飢えた少年は確実に釣り上げられた。おそらく彼は、近づいてくる人間はみんな金目当てなのを恐れていた。アシュトンは、金に困った平凡な成績、
平凡な外見の大学生というカバーを採用した。彼はよく哀れな被害者ぶり、小さくて無防備な声で私に尋ねた。ねえ、僕みたいに平凡で本当に愛される価値あるのかな？本当の僕を知って、がっかりして、ただ去っちゃうんじゃないか、すごく怖いよ。私は心の中で、彼の全身を覆うカスタム仕様の神クラスのゲーム装備にむせ返る思いだった。金持ちにとって、携帯ゲームに100万ドルつぎ込むのは、普通の人にとって100ドル使うようなものだろう。コストなんて気にも留めない。彼は自分がどれだけひどく正体を明かしているか、気づきもしなかった。でも私は甘ったるい声で答えた。絶対にそんなことない。私の心の中であなたは特別な子犬なの。あなたを置いていくことなんてできない。アシュトンは貧乏という設定を維持する決意のようだった。彼は信じられないほどケチだった。彼のコーヒーの注文は無名のチェーン店のもので、プレゼントは大抵アマゾンの999円送料無料のガラクタだった。でも彼の甘い言葉は的確で、ゲームでは一貫して私をカバーし、たまには肌色のギリギリ、過激な腹筋の写真を送ってくれた。しばらくの間、私は本当に彼のことが好きだった。ある時までは、私はバイクで仕事に向かって急いでいた時、道路の柵に衝突した。右足を骨折し、親切な見知らぬ人が私を ER に急いで連れて行ってくれた。レントゲン、入院、その後のリハビリ全部で2万ドル以上かかった。私は必死だった。病院のベッドで惨めな姿の自分の写真を撮り、アシュトンに連絡した。ねえ、お金貸してくれない？治ったらすぐに返すから約束する。彼の返事？無言。丸1ヶ月間、アシュトンは返事をしなかった。幸運にも、私は入院費を払ってくれる新しい候補者を見つけた。そうでなければ、一生障害を負っていたかもしれない。全快して退院した後になって初めて、アシュトンは何もなかったかのようにチャットを再開した毎朝の挨拶、絶え間ない近況報告。このクソ野郎。私が死ぬのを待って墓に花を送ればいいのに。その時、彼を振りたかった。でもいいタイミングが見つからなかった。ちらっと考えただけで社会的にも経済的にも簡単に潰せる男と軽々しく別れるわけにはいかない。汚い別れ方は重大な結果を招くかもしれない。だから私は付き合い、愛情を演じながら自分のポートフォリオの他の男たちに焦点を移した。彼は冷たさを感じ取ったのかもしれない。アシュトンの依存心と独占欲は爆発した。彼はしつこく、実際に会おうと迫り始めた。絶対にダメ。ネット上の人生は別物。私の現実世界の活動を汚すわけにはいかない。どうやって彼を退けようか考えているとき、便利なルームメイト、フェイビーが名乗りを上げた。彼女はこの甘やかされたわがままなバカを私から引き取ってくれた。完璧。もし彼女が実際にアシュトンから金を引き出せたなら、それは彼女の腕前であって、私の損失ではない。少なくとも私は1万ドル、確固たる現金を確保した。私の低姿勢な態度が彼女を刺激しなかったので、フェイビーはネックレスの話をやめた。ところで、アシュトンが実際に会いたいって彼女はいい、目を私に向けた。ルームメイト全員を連れてきてほしいって夕食をおごって、みんなのことを知りたいんだって。彼女はゆっくりとナイフをねじ込んだ。スカイラー、あさって空いてるでしょ？ああ、ついに待望の対面シーン。スカイラーは崩れ落ちるのかな？悪役は彼が普通の男だと思ってるけど、私たちのアシュトンが実際には完璧なギリシャの神様だと知ったら、完全に打ちのめされるだろうね。でも心配だわ。もしスカイラーが彼を取り戻したくなったら？私たちの子から奪おうとしたら？安心して。
アシュトンは明らかに今はフェイビーに夢中なんだ。たとえ真実を知っても、ためらいなく彼女を選ぶさ。もしスカイラーが何かを企んでも、アシュトンがフェイビーを守って彼女を叩き潰すよ。4. 私は断ろうとしていた。でもその時、フェイビーが言った。アシュトンはルームメイト全員に歓迎のプレゼントを持ってくるって。全員に純金のネックレス。私はすぐに予定をキャンセルした。畜生、資本主義め。夕食の日、私はシンプルな T シャツとジーンズ、ノーメイクでテーブルの一番端の席を選んだ。注目を浴びたくない。フェイビーが主役だ。アシュトンが入ってきたとき、私はちらりと見上げた。白い肌、完璧に彫刻された顔立ち。とんでもない富にしか伴わない、冷たくよそよそしい、当然の権利を持っているようなオーラ。そう、と思った。間違いなく、携帯ゲームに100万ドルも躊躇せずつぎ込める男だ。一瞬の鑑定の後、私は携帯電話を見ることに戻った。アシュトンの目が私の上に一瞬とどまり、すぐにそらした。フェイビーが彼を出迎えに駆け寄り、すべて作り物の甘さだった。遅いよ、ハニー。罰として、後で私のエビ全部剥いてね。彼女は手を取ろうとした。彼はかすかにその接触を交わした。遅れてすみません。アシュトンはかすかに微笑んでいった。皆さんへのお土産を持ってきました。僕の彼女の面倒を見てくださってありがとうございます。彼はフェイビーの方に向いた。ハニー、ルームメイトの皆さんを紹介してくれる？もちろんだよ。フェイビーは順番に紹介していったが、私の番で彼女は立ち止まり、唇に毒を含んだ笑みを浮かべた。そしてこちら、スカイラー・ローズ。キャンパスの女王様。美しく、賢く、長い列をなす崇拝者がいる。3人の男を同時に操ることで有名で、かなりの才能があるんだ。アシュトンは凍りついた。3人？私は顔を上げ、彼の激しく濃い視線を捉えた。私は彼に落ち着いた、何気ない微笑みを浮かべた。訂正。今は2人だけよ。アシュトンは私を見つめ、目を見開いて瞬きもしなかった。雰囲気は一瞬で氷点下になった。幸い、ウェーターがちょうどその時にメインコースを運んできて、緊張が和らげられた。食事中、フェイビーは彼らの関係を見せつけるために懸命に働き、アシュトンに食べさせろ、エビを向けと要求した。私はうつむき、隅に丸まって何気なく食べながら携帯でメッセージを打っていた。突然、私の携帯が手から奪われた。顔を上げた。アシュトンが私の上に立ち、顔は不気味に平静だった。なんでずっと携帯いじってるの？料理が気に入らないの？この男、神経を疑う。境界線ゼロ。私は眉を潜め、ただ手を差し出して、無言で携帯の返却を要求した。アシュトンは私を無視し、代わりに画面をちらりと見た。何がそんなに面白いの？見せてもらえる？雰囲気が本気で変になりつつあった。混乱している様子のフェイビーがためらいながら口を挟んだ。スカイラーはいつも軽く食べるのよ、アシュトン。彼女はほっといて、私たち食べ続けよう。彼女を認めようともしなかった。彼はただ不安な視線を私に据えたまま次に尋ねた。一期一会、はっきりと意味を込めて。一体誰にメッセージしてるんだ？まずい。テーブルで一番鈍感な人でもこの変化に気づくはずだ。フェイビーの声は震えていた。アシュトン、これどういう意味？入ってきた瞬間からずっとスカイラーを見てるじゃない。私ともろくに話さない。私と一緒にいたくないの？アシュトンは純粋で冷たい軽蔑の目で彼女を見た。彼は軽く舌打ちした。
彼は説明しようともしなかった。ただ鋭い命令を下した。10秒。ルームメイトを連れて立ち去れ。今回は見逃してやる。さもないと僕の不機嫌な気分の結果は知りたくないだろう。フェイビーの目に涙が浮かんだが、自己保身の強い他の2人のルームメイトがすぐに彼女を連れ出し、文字通り彼女をレストランから引きずり出した。私は素早く退散しようと考えたが、アシュトンはもう私の前に立ちはだかっていた。彼の目は赤く、声は傷ついた音で割れていた。もう私たちだけだ。説明してくれる？彼は本気で心が折れているように聞こえた。なんでアカウントをルームメイトに渡したの？なんで僕を捨てたの？僕があなたのいい子犬で一番特別な存在だって言ったじゃないか。なんで他の控えを裏で持ってたの？アシュトンの質問は早く大きくなった。彼は私の携帯を目の前のテーブルに叩きつけた。872-422XXXX ライダージェンセン、レーシングカー界の神様ってやつのせいか？このクソ野郎がナンパしてるのか？僕が入ってきた瞬間からずっとこいつにメッセージを送り続けてる。彼は今、荒い息をしていた。胸のセルフィーをいっぱい送ってるの見たぞ。この厚かましい負け犬、他人の彼女に手を出すなんて。あいつに何が僕よりあるんだ？スカイラー、何か言えよ。